マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、最近皆さんが住んでいる街の天気どうですか？暑いですかね？私が住んでいる、韓国は、今梅雨なのでずっと雨が降っていますね。結構天気が良くない日が続いています。で、気温も30度いかないくらいですね。だいたい28度とか、それくらいです。でも、雨が降っているから、やっぱりジメジメしますね。そう、蒸し暑い感じで、もうすごく気持ち悪いですね。うん。で、東京はもう最近すごく暑いみたいです。お母さんから聞いたんですけど、最近の東京はもう35度超える日が多いので、もう本当に暑くて大変だってお母さんが言ってましたね。もう本当に暑いとね、辛いですよね。そう。で、このポッドキャストを聞いてくださっている方の中には、日本にお住まいの方もいらっしゃると思いますし、あとは暑い国にお住まいの方もいらっしゃると思います。ね、本当に、熱中症にはね、皆さんくれぐれも気をつけてくださいね。たくさんお水とか飲んで、水分補給をしっかりして、毎日過ごしてください。はい。そして、日本ではね、7月20日、20日ですね。7月20日が海の日という祝日だったんですけど、日本ではね、その海の日の前後から、夏休みに入る小学校や中学校が多いんですね。なので、今ちょうど夏休みが始まった、頃ですね。はい。皆さんは子供の頃、夏休みは好きでしたか？どんな夏休みを過ごしていましたかね？私はね、夏休みが始まる前になると、もう毎年ワクワクしていました。そう。だって、1ヶ月以上、1ヶ月くらいか。1ヶ月くらい学校に行かなくていいから、毎朝早く起きなくていいし、お昼に好きな番組が見られるし、友達とたくさん遊んだり、あとお泊まりしたりね。そういったこともできるし、あと夏祭りとかもあるじゃないですか。そういったイベントも夏は多いのでね。なので、本当に楽しいことがたくさんあったので、もう本当に毎年夏休みが楽しみでしょうがなかったですね。でも、夏休みって、楽しいことばかりじゃないですよね。宿題のことを考えると、はめんどくさいって、憂鬱な気分に、なる時もありましたね。はい。ということで、今日はですね、私が学生の頃、小さい頃の、夏休みの思い出についてお話ししていきたいと思います。なので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そして、この前の日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい。夏休みの思い出って本当にたくさんあるんですけど、その中でも私が、思い出に特に残っている、思い出についてお話ししたいと思うんですけど、まず最初が、自由研究ですね。はい。皆さん自由研究って知ってますか？皆さんの国でも自由研究ってありますかね？あの、
日本の学校ではね、この夏休みの宿題として自由研究が出ることが多いんですよ。で、この自由研究が何かっていうと、本当に名前の通りですね。もう自由に自分でテーマを決めて、で、それについてこう研究する。うん。観察だったり、実験、あとは工作とかね。いろんなことをするっていう宿題ですね。うん。例えば、お花の種を植えて、で、その種がね、芽が出るじゃないですか。で、そこからどん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 成長して、お花になるまでの、成長記録をまとめたり、あとは何か物を作ったりする子もいますね。例えば、貯金箱とか。うん。そういうものを作って、それを提出する子も多いですね。はい。で、このね、自由研究、毎年出る宿題だったので、もう、本当に毎年、今年は何作ろうって、いつも考えていたんですね。で、私が今でもすごく、覚えている自由研究が、小学校2年生か3年生の時だったと思うんですけど、そう、その時に、当時私、ハムスターを飼っていたんですね。で、その当時飼っていたハムスターのために、小屋を作ろうって思ったんですよ。そう。で、その小屋を作って、それを自由研究にしようって決めたんですね。で、私一人で一からね、小屋を作るのは難しいなと思ったので、私の叔父叔父がすごく手先が器用な人なんですよ。で、物を作るのが好きな人なんですね。なので、その叔父にお願いして、ね、おじちゃん一緒に自由研究一緒に作ってほしい、手伝ってほしいってね、お願いをして、そしたらおじも、いいよ、一緒に作ろうって言ってくれてね、そう、おじと一緒に、小屋を作ることになったんですね。で、まず材料が必要じゃないですか。で、その材料をホームセンターに行って、買いにホームセンターに買いに行ったんですね。で、私がデザインしたそのハムスターの小屋が、木でできた小屋を作りたかったんですね。なので、そう、木材を買いに行きました。そう。でね、こういうちょっと細長い棒のね、木をたくさん買って、で、それで作ったんですけど、ちょっと大きめのね、木の小屋で、で、屋根を作って、で、その屋根が、パカって外れるように、作りたかったんですね。で、その中に、綿とかをいっぱい詰めて、で、そのハムスターがね、出入りできるように、扉を作って、うん、そういう、小屋を、デザインして、そう、で作りました。でも、思ってた以上にそれがすっごい難しくて。なんでかっていうと、この木材を一枚一枚ボンドをつけて、で、一枚一枚木をね、重ねていくんですよ。それで小屋の壁を作っていかなきゃいけなかったんですね。でもそれがね、もうすごく、めんどくさくなっちゃって、途中で。そう。で、こんなに大変な作業なのって思ってね。で、途中で私飽きちゃったんですよ。そう。でもね、自由研究だから作らなきゃいけない。でも飽きちゃった。うん。でも、そのおじがすごいものを作るのが大好きな人だったので、おじがね、もう一人で楽しんで、あの、途中から作ってくれたので、そう。結局、そのハムスターの小屋は80%ぐらいはおじが作りましたね。うん。作ってくれました。もうほぼ。
そう。で、すごく、もう本当に立派なハムスターの小屋が完成して、で、うわーって、すごいって私感動したんですね。で、それを夏休みが明けて学校に持っていくじゃないですか。で、先生に見せたら、もう先生がすっごい褒めてくれて、「へえ、舞ちゃん、こんな立派な小屋を作ったの、すごいね」ってすっごい褒めてくれたっていうのを今でも覚えてるんですね。うん。でも心の中では、いや、ほとんどおじちゃんが作ってくれたんだけどなって思いながらも、そんなこと言えないじゃないですか、先生には。そう。だから、そう、頑張ったんです。ありがとうございますとか言ってね。もうおじちゃんごめんっていう感じなんですけど、そう、そんな、思い出がありますね。うん。で、そのなんか作った小屋を実際にハムスターがちゃんとなんかこう気に入ってくれるかっていうのがすごくなんだろう、心配だったんですよね。うん。でもそのハムスターもその小屋をすぐ気に入ってくれてね。で、もすぐにその小屋の中で寝てくれたんですよ。またそれもね、すごい嬉しくって、そう感動したのを今でも覚えていますね。はい。で、次の思い出が、お昼のドラマです。うん。夏休みになるとね、平日の昼間に子供でも楽しめるドラマがね、よく放送されていたんですよ。で、その中でも特に大好きだったのが、大好き五つ子っていうドラマと、あとキッズウォーっていうこの2つのドラマです。で、まず最初に大好き五つ子が放送されて、で、その後すぐにキッズウォーが放送されてたんですね。で、学校がね、ある時、その夏休みじゃない、普段の時って、やっぱり学校に行かなきゃいけないから、お昼のドラマって見ることができないじゃないですか。うん。だけど、この夏休みの期間はね、もうお昼のドラマ、平日もお昼のドラマを見ることができるので、なんかこれはもう本当に夏休みの、なんか特別感みたいなのがあったんですよ。そう。なので私はこの夏休みの間、お昼のドラマはね、もう必ず見ていましたね。で、どうしても見られない日は録画してました。そう、それくらい大好きだったんですよ。で、この大好き五つ子っていうドラマがね、どういうドラマかっていうと、五つ子がいる家族の日常を描いたホームドラマなんですね。で、この五つ子っていうのは、双子、三つ子とかあるじゃないですか。同じ日に子供が生まれるっていう。そう、それが5人です。5人の子供たち。すごいですよね。もうお母さん、すごいなっていう感じなんですけど、そう。で、そういうね、五つ子を、メインとしたホームドラマで、で、兄弟が多くて、もうとにかく毎日お家の中が賑やかなんですよ。そうで、もうやっぱり五つ子だからね、もう喧嘩とかもすごいしょっちゅうするんですよ。うん、で、それに対してお母さんが「いい加減にしなさい！」みたいな。そう、結構そういうリアルな、なんか生活感とかも描かれていたドラマなんですね。そう。で、この大好き五つ子は、シリーズだったので、もう毎年放送されていたんですよ。うん、そう、何年かね、こう放送されていたんですけど、もうそのシリーズがね、進むにつれて、五つ子たちもどんどん成長するんですよね。小学生から中学生、高校生、そして大人へ。みたいな感じで、そう、こう成長していくので、その成長していく姿を見るのが、すごく楽しみだったんですよ。そう。で、大きくなるにつれて、こう恋愛だったり、あとは勉強を一生懸命
こう試験に向けて勉強頑張ったりとかね、あとはアルバイトをしたりとか、こう青春時代の悩みとかも描かれていたんですよ。うん。なので、そういうのをね、見るのもすごく楽しかったですね。うん。で、私自身、兄弟がいないんですよ。私一人っ子なんですね。そう、だから結構兄弟がいる家庭に憧れていた時があったんですね。なので、この大好き5つ子もやっぱ5人兄弟なわけじゃないですか。だから、この、あの、賑やかな感じっていうのかな。自分の家族とは違う賑やかな家庭にやっぱり憧れてた部分があって、そういった面でも、この大好き五つ子を見ていたっていうのもありますね。そう。もう本当にこのドラマはね、もう毎回楽しみにしていたドラマの一つでしたね。そしてもう一つのドラマが、キッズウォーですね。このドラマはね、キッズウォーざけんなよっていう名前のドラマなんですけど、どういう物語かっていうと、今池っていう、こう家族を描いた物語ですね。で、元ヤンキーの春子っていう女性が3人の子供を持つ大輔っていう男性と出会って、で、再婚するんですね。で、その2人が再婚したことで、家族みんなで一緒に暮らすことになるんですよ。で、そのお父さんの大輔には3人の子供、男の子2人と、あと女の子1人ですね。その3人の子供と、あとお母さんの春子には、茜っていう、一人娘がいました。で、そのね、親同士の再婚によって、4人の子供たちも兄弟になるんですね。でも、最初から仲がいい家族ではなかったんですよ。うん。特に、その女の子同士、その茜と、あと、お父さんの方の娘がリカっていう名前なんですけど、そのね、茜とリカがね、もうしょっちゅう喧嘩をするんですね。そう。またそれがね、面白かったんですけど、そう。最初はね、そんな感じでお互いに反発し合っていた、子供たちと、あとはそんな子供たちに向き合う両親が、様々な問題を乗り越えながらね、少しずつ本当の家族になっていくっていう、そんなホームドラマです。で、この娘の茜が、このドラマの主人公なんですけど、こう茜はね、正義感がすごく強くて、曲がったことが大っ嫌いな女の子なんですね。なので、相手が先生だったとしても、もう自分よりもかなり年上の大人だとしても、もう相手が間違えているって思ったことに対しては、もう黙っていられないから、立ち向かっていくんですよ。で、その中で、茜が相手にね、ざけんなよって言うんですけど、そのセリフがすっごく有名でした。そう。でも、このざけんなよっていうこのセリフに憧れた子たちも本当に多かったんですね。うん、私もね、本当にこのね、いい言葉ではないんですよ。いい言葉じゃないんだけど、こう憧れていた時がありましたね。そう。で、このドラマの中では、その兄弟喧嘩とか、あとは親子のすれ違いだけじゃなくって、いじめや、不登校、あとは万引きとか、そういった犯罪ですね。あとは学校の先生の対応とか、そういった当時の社会や、学校が抱えていた問題もたくさん描かれていました。で、かなり重いテーマとかもあったんですけど、茜や春子がね、悪いことをする人に対して正面から
立ち向かう姿がすごい見ていてとってもすっきりする、そんなドラマですね。で、このドラマは、本当にね、内容もすごく面白いので、私は全シリーズ、もう毎年必ず見ていたんですけど、内容だけじゃなくて、私が今でも記憶に残ってるのが、このキッズウォーの主題歌です。ゾーンっていうグループがいたんですけど、そのゾーンのシークレットベース、君がくれたものっていう曲がね、このキッズウォーのドラマの主題歌として一時期使われていたんですけど、もこの曲がね、当時すっごく大人気だったんですよ。なので、イメージ、そのキッズをイコールゾーンのシークレットベース、君がくれたものだよねっていうぐらい、イメージが強いんですよね。で、この曲がどんな曲かっていうと、ちょっとだけ歌ってみますね。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月、また出会えるのを信じて、最高の思い出を。そう、こういう曲なんですけど。ああ、懐かしい。ほんとに懐かしいです。もう今聞いても、もう胸がキューってなるくらい、そう懐かしい気持ちになりますね。本当にこの曲、今聴いてもすごくいい曲なので、ぜひ気になった方はね、YouTube とかで、ゾーン、シークレットベース、君がくれたものって、こう調べて聴いてみてください。すごくいい曲です。はい、そしてもう一つの思い出は、宿題はいつもギリギリでやっていたっていうことです。もう、これはね、もう忘れられない夏休みの思い出ですね。うん。小学生の時もそうでしたし、中学生の時もそうだったんだけど、夏休みが始まる前は、もう毎年ね、よし、今年こそは、もう必ず早めに宿題を終わらせてやるって、もう心に決めてね。そう。で、夏休みに入るんですよ。うん。で、最初の数日、その夏休みが始まって、最初の数日は、一生懸命頑張るんですよね。よし、もうこの1週間で全部終わらしてやるっていう気持ちが強いから、もうブワーって頑張って宿題をやるんですよ。でもね、2日3日経つと、もうね、もうまだまだ全然終わらないじゃんってなっちゃうんですよね。もう嫌になっちゃうんですよ。そう。それで、まあ、まだまだ夏休みは長いし、後でやればいっかって言ってね、もう結局すぐやらなくなっちゃうんですよね。そう。それで、もうそこから、もうずっと宿題サボって、で、気づいた時にはもう夏休み残りあと1週間っていうね、感じで、もういつもそういう風な、夏休みを過ごしていましたね。そう。で、もう本当にギリギリまで結局宿題やらないで、で、最後の数日間で、もう泣きそうになりながら、一気に宿題を、終わらせていましたね。うん。毎年そのパターンでした。でも、いっつも後半になって後悔するんですよ。なんであんなに時間があったのに、もうまた今年もギリギリまでサボっちゃったのみたいな。そう。それで、なんか、もうほんとにね、もういろんな宿題が出されていたから、どれも大変だったんですけど、私が特に大変だった宿題は、うーん、
算数が好きじゃなかったので、算数の宿題も結構きつかったですね。あとは、読書感想文も書かなきゃいけなかったんですよ。うん。皆さんもありました？読書感想文を書かなきゃいけないっていう、そういう宿題。もうなんか本をね、一冊読まなきゃいけないんですよ。それでその本について自分の感想をまとめる、書くっていうものなんですけど、結構ね、その決められた文字数も結構多かったんですよ。だからその文字数を超えなきゃいけないから、もうそれもまた大変で、もうどうしようって思いながら、いっつも慌てて書いていたっていう記憶がありますね。うん。でもこれはもう絶対私だけじゃないと思う。こうきちんと計画を立てられる子は、多分もう本当に夏休み前半で、もう全部宿題を終わらせて、あとはもう遊ぶっていう子もいたと思うんですけど、でも私みたいなタイプもね、絶対多かったと思うんですよ。うん、ギリギリまで宿題サボっちゃうみたいなね。そう、私はね、そんな、子供でしたね。懐かしいです。あともう一つ、こう、記憶に残っている思い出が、友達との自転車の旅です。そう、これね、もう夏休みによくやっていましたね。友達と自転車に乗って、あの、夏休みにね、少し遠い場所まで出かけるっていうことをよくやっていました。うん。なんか普段はもう本当に、近所の公園とか、あとは自分たちの学校で遊んだりとかね、もう本当に近所の中で遊ぶことが多かったんですけど、でも夏休みとか、そういう長い休みになると、こちょっと遠くまで行こう。知らない道走ってみようって言ってね、よく友達と、冒険って言いながらね、自転車で走っていろんなところに行っていましたね。うん。で、当時はね、スマホとかも持っていないから、地図とかもないじゃないですか。うん、だから、もう地図とかもなしで、もう自分たちが今どこの道を走ってるかっていうのもよく分かってないんだけど、でももうとにかく走ろうみたいな。そう。でも、多分ね、今考えてみると、それほど遠い距離は行ってなかったんだと思うんですよ。うん。なので、毎回迷わず家に帰ることもできていたし、もう知らない道走ってるんだけど、なんか必ず知ってる道に出るんですよね。だから、もう本当に迷うことなくお家に帰ることができてたので、それほど遠くなかったんだと思うんですよ、距離的にはね。うん。でも、当時の私たちにとっては、それがすごく大冒険に感じていたんですよね。うん。だから友達と一緒に、なんかもう本当にもう暑い中、飲み物持って、よし、自転車の旅出かけようって言ってね、こう自転車でシャーって、そう、いろんなところに行きましたね。で、途中、ちょっと暑くて疲れちゃったりすると、コンビニに寄って、アイス買って、そう、食べたりとかね。うん、あとジュース買ってちょっと休憩したりとか、そういうこともしていましたね。うん。なんかすごい、なんだろ懐かしい、本当に。うん、楽しかったなって思いますね。なんか、当時は本当にスマホとかもなかったから、今より不便だったと思うんですよ。うん。なんか、不便だったけど、でもだからこそ、こなんだろだからこそ楽しかったというか、うん、知らない道を進んでゆくドキドキとかね、うん、そういう楽しさがあったなって今振り返ると思いますね。
はい、今日はですね、私が小さい頃の夏休みの思い出についてお話ししました。いかがでしたか？自由研究とかね、宿題はもう本当に当時は、もうすごくめんどくさいな、嫌だなって感じていたんですけど、でも大人になってから振り返ってみると、夏休みって本当に特別な時間だったんだなって思いますね。なんか子供の頃って、早く大人になりたいとか思ったりするじゃないですか。うん。当時はね、そういう風に早く大人になりたいって思っていたんですけど、今はあの長い夏休みが羨ましいなって思いますね。うーん。そう。こう夏休みって本当に、今日お話ししたね、思い出はもちろん、あとはお友達と遊んだり、プールに行ったりとか、あとお泊まり会したりとか、花火大会行ったり、お祭り行ったりっていう、本当に夏のイベントも、もうたくさんあったのでね、本当に楽しかったです。なのでそういったイベントも、もう毎年行っていたんですけど、でも、今日お話ししたようにテレビを見たり、あと友達と自転車に乗って、なんか冒険してみたりっていう、こういった何気ない一日もすごく特別な日だったから、今でも記憶として残ってるんだろうなって思いますね。はい。皆さんはどんな夏休みの思い出がありますか？もしよければ、ぜひコメントで教えてください。はい。それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。